なので元々のこれがローラで学習させた結果こうなります。そのローラを学習させている過程はこれですという感じです。ちなみにこのモデルのサイズは 4.8 メガですね。これを適用するには 4.8 メガのモデルサイズになりましたよというのをやっていきますよという話です。はい、ってことで、では早速ローラの学習というのを見ていきましょう。今回使うツールの元を作ってくれてるのがこのキョホヤさんでいいですかね。キョホヤっていうユーザーさんがこのSD スクリプツってのを作ってくれてあるんですよ。こういうの。ただこれはどうにもこうにもわからんと。よくわからんので、これをさらにコラボで簡単に使えるよという風にしてくれてる人がいるわけですよ。この方がそうなんですけど。で、今回はこのツールを使います。で、これを動画説明欄に置いておくので、これですね。ドリームブースのこのリンクのここをクリックしていただきます。そうしましたら、ドライブにコピーで、あとは上から基本的に実行していきます。ここは空欄でいいです。で、次実行。ここの実行にはちょっと時間がかかるのでお待ちいただくと。だいたいこの作業で4分です。ちょっと長めです。そうしましたら次、ここにハギングフェイスの自分のトークンを貼り付けて実行。次、Google ドライブをマウント。次、コラボを使ってるので一応実行。で、次、ダウンロードするモデルです。ここでステーブルディフュージョン 1.5 とかエニシングとかを選びます。アニメ系を学習させる人はアニメ系のモデルで、実写系は実写系のモデル。ステーブルディフュージョン 2.0 を使いたい人はここを空にしてもらってこっちをオンにします。もしくは自分で URL とトークンを貼り付けて実行。もしくはここの今接続した Google ドライブに自分のモデルを入れている人は実行する必要はありません。次、同時に VAE を入れたい人は実行、ない人はなし。次、学習させるデータの保存先。基本的にデフォルトです。変えるのはこことここだけ。ここに自分の学習させたいプロンプトを入れます。自分だったらこう、犬だったらポチ、猫だったらタマとか自分のペットの名前でも入れといてくれればいいと思います。で、それに対する説明、一言。ワンガールなのか、ワンドッグなのか、ワンキャットなのかっていうことを入れます。これはいわゆる誰もが使うものを入れます。ここは独自のものを入れます。で、公式ホームページを見ると3文字のアルファベットが適正って書いてあるんです。ただ3文字じゃ自分が忘れるので、ちょっと長めでもちょっと増やしてもいいけど、そんなに長すぎず分かる程度の単語にしてください。で、被っちゃうのは良くない。例えばバイデンとか。もうすでにバイデンが入ってるから、そのバイデンにバイデンってやると自分の学習させるものともともとあるバイデンが被ってうまくいかないということになるので、なるべく独自の単語を入れます。はい、投稿して次、学習させる画像の入った ZIP のパス。ただ自分はこれなのでパスをコピーでペットで、これをチェック外す。これ外さないと実行した後にこのファイルが消えます。消えてもいいって人はそのままでいいんだけど、これは外します。で、ここは空欄実行で、ZIP の中に入れるファイルは画像ファイル、名前は多分何でもいいけど JPG とか PNG とか画像ファイルを入れます。枚数は30枚っていう人もいれば100枚っていう人もいるし5枚っていう人もいるんだけど、自分はとりあえず8枚にしました。で、8枚でもそこそこうまくいきます。で、コツは同じポーズ、同じ服装、同じ髪型にしないということです。全部バラバラ。髪も違えば、服も違えば、ポーズも違うと。すべて違う雰囲気の写真にしてください。そうじゃないと、例えば後ろに全部の背景に東京タワーが映ってたら、東京タワーも含めてこのプロンプトとして学習されるので、それを避けるために全部バラバラ。被写体のみを統一してください。次。これは、段ボールとかこういうアニメ画像系のサイトから自動にタグ付けされたものを引っ張ってくるよっていうやつなので、基本的に実行しないです。関係ないファイルとかも引っ張ってくるので、精度が落ちることがあるので、やっぱここは自分で用意して ZIP にしてここで実行してください。で、一つ注意点が Mac を使ってるとキャッシュファイルまで一緒に ZIP の中に入れるのでエラーになります。その点はサードパーティーのアプリを使ったりウェブサービスを使って ZIP にしてください。次です。次、用意した画像に PNG で背景が透明っていうのがあると思うんですけど、それをしてる人はエラーになるので、これを実行して背景の透明に色をつけるという作業を自動で行ってください。これは画像がちっちゃすぎる人はスケールアップしますよということです。自分で用意するときにその辺を気をつけてれば済む話なので実行しないです。次、これは一応実行してください。解凍したデータの中に余計な動画ファイルとかが入ってたらそれを省いてくれます。
次、基本的に全部デフォルトのまま実行していきます。実行。これはマイクロソフトのプログラムを使って自分の画像に自動的に説明文を付け足すというものになります。それによって学習精度が上がります。芝生を走っている犬みたいな、そういうのを自動でテキストにしてくれます。これ自体も機械学習なので、若干実行するのにモデルのダウンロードとかそういう時間がかかります。はい、できた。次、これも実行です。デフォルトのまま実行です。これは自分の用意した画像に自動的にタグ付けしてくれます。ワンガールソロロングヘアなんちゃらかんちゃらとか、ワンドッグカンマランカッコグリーン芝生カッコみたいな、そういう感じで自動でタグ付けしてくれるので、これも入れます。実写でも対応できるので、そのままオンです。しまった。ここの数字の説明を忘れた。で、ここの数字が人とかならば、8.5 とか7とか、こっちより1よりの数字にしてください。で、雰囲気、霧とか朝日とか、こっちの敷地を低くしてください。ようわからんって人はそのデフォルトのまま5とかにしとけばいいです。それによってつくタグの精度というか、いっぱいつくのか少なめにしとくのかとか、そういう感じが変わってくるので、その辺はうまく調整して、人ならば7とか8とかそういう感じで良いと思います。で、ワーニングっていっぱい出るんだけど、その辺は気にせず置いといてくださいと。で、次、いよいよトレーニングに入ります。トレーニング準備です。ここに V2 ってあるのは、さっきのモデルダウンロードでステーブルディフュージョンバージョン2系を選んだ人はチェックを入れてください。そうじゃない人はオフでいいです。で、基本デフォルトです。基本デフォルトで、プロジェクトネームは自分の分かりやすいマイプロジェクスペルわからん。分かりやすい名前を入れといてください。で、これは学習ベースにさせるモデルを選択します。さっきダウンロードしたモデルが、ダウンロードした人はこの辺に多分モデルのフォルダーができているので、それでパスを選択してペーストしてください。で、VAE も同様です。この辺に VAE フォルダーダウンロードした人はできているので、ここでペーストしてください。で、自分で用意した人は自分のモデルのパスを貼り付けてください。で、あとデフォルトです。で、ここは Google ドライブに学習させたモデルを入れるかどうかっていうことです。ローラは1ファイルあたりちっちゃいので、これをオンにしといても差し支えはないと思います。で、次です。で、細かな設定なんですけど、基本これは4と1です。128ってのがここでは設定されてんだけど、大元のローラの大元を見ると、ここは基本4と1です。なので4と1にしてください。で、デフォルトで、ここの0を 1E-4 と同じ数字にします。で、ここはデフォルトです。で、ここはいろいろやったんだけど、そんなに違いがないので、そのままコンスタンスにしとけばいいです。公式ホームページだとこれがデフォルトになってます。ただこれでもいいです。で、デフォルト。ここは特に自分用のメモなので、メモ適当に書いておけばいいです。次これです。バッジサイズは有料のコラボに入っている人は8、そうじゃない人はここにクリックすると GPU って出てくるので、これを実行した時にこれが真っ赤になって行き過ぎちゃうと止まっちゃうんで、そうならない程度に調節してください。1学習あたりに何枚同時に学習させるかっていう数字なので、 GPU 強い人はでっかくしても大丈夫、弱い人はちっちゃく。で、ちょっと今メモを貼り付けたんだけど、この学習ステップ数の計算がめんどくさくて、エポック数ってのがこれなんです。エポック数ってのがこの20ってやつなんです。で、エポック数かける学習枚数、自分の学習枚数かける10割ることの1エポックのバッジ数、ここでいうところの8が学習ステップ数になります。なのでそれを頭の中に入れといて、学習ステップ数が少ないのか多いのかっていうのを後々調整するときに使ってください。で、こことここは臨機応変に変えるんだけど、バッジ数ってのは自分一度に学習させる枚数なので、ちゃんと自分で学習させる枚数でうまいこと割れる数字にしないと、学習できない画像とかも出てくるので、その点だけ注意してください。自分は8枚学習させるので、ここは8です。これはだから8より大きい数字はできないです。そして7とかにすると中途半端になるので割り切れないので、そこはやるんだったら4、さもなくば4とかっていう風にうまいこと調節しなければならないです。次、エポック数なんだけど、エポック数ってのは一度に学習させる8を何回繰り返すかみたいなことなので、確か
これが1とかの人はここはもうちょっと多くする必要があります。そうじゃないと学習ステップ数が稼げなくなるので、自分は8なので20とかで大丈夫なわけです。で次、もうあとはデフォルト、これは N エポックごとにセーブするということなので、3エポックごとにセーブということです。そんなにいらんっていう人は10ごとにセーブとか5ごとにセーブとか選びます。で保存するモデルの拡張子です。だいたいこのデフォルトのままでいいと思います。でクリップスキップってのがベースにするモデルで使われているクリップスキップ数にしろって書いてあるんですけど、公式ホームページわからんから2のままでいいです。わかる人は変えてください。その数字にわかんなきゃ2でいいです。であとはもうデフォルト実行。そうすると学習が始まります。こんな設定でやってますよということが出てます。で学習時間がすごく短くて、これで多分4分とかもうちょっといかない、でも15分もいかないと思う。ただそこに入るまでのロードにすごい時間がかかる。気長にお待ちくださいと。これでもう学習は完了になります。でここの数字がエラーで出るんだけど、1個エラー0、これは OK です。出ていいです。これはしょうがないので、これは0でいいんです。でまだモデルのダウンロード中なので学習には入っていない。モデルがどこに入るかといえば、さっき自分のドライブを選択しているので、ここのマイドライブのドリームブースっていう項目が自動で追加されて、その中のアウトプッツに入ります。で学習ステップ数、今回は200で、さらにややこしいのが200じゃ少ないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、1回に学習させてる枚数が8枚なので、8に16、1600ステップ分になってます。ここを1にした時の。なので従来のドリームブースとかは大体の人は多分これを1で実行させてると思うので、その場合に対しての1600分、1600単純に8倍して8に16、1600ステップ分の学習を行っているよということになってます。200じゃ少ないなってわけじゃないです。はい。で今学習させたのが9分で終わりました。で次テストです。じゃあそれが実際にできてるのっていうテストです。でこれは正直やったところで数字しか出てこないんでよくわかんない。でこれで実際にできてるかなっていうテストをしてみます。今アウトプットされたモデルの左クリックでパスをコピーして、ここにモデルを貼り付けます。でバージョン2系を使っている人はチェックで、ここに自分の入れたプロンプトを入れます。そしたらここを自分でプロンプト、ネガティブプロンプトを入力して、モデルは学習させるときに使ったベースのモデルです。それのパスを貼り付けます。で VAE も同様で、ここがアウトプットディレクトリになります。自分の好きなとこでもいいし、デフォルトでもいいし、設定しておけばそこに出力されます。あとはいつも使ってるやつと同じです。実行。はい、できました。見てみましょう。ズンとそれっぽいと言われればそれっぽいが、それっぽいと言われなければそれっぽくもないってなった時に、じゃあもうちょっと追加学習してみようとなったらば、とトレーニングに戻って1の1、ここで追加学習させるモデルのローラモデルのパスを入れます。でじゃあさらに10エポック追加みたいな。でファイル名のここがシードになってるので、ここでシードどれだ、223、これか、シードを追加しておけば同じ画像が出てどうなってるのかが分かります。ここを11にしといてください。1枚ずつ出力ということなので、11でシードをこれに合わせると。そうすると変化が分かります。はい。で、2回目の学習が終わったら、同じようにアウトプットに上書きされちゃうんですけどね、上書きされているので、これで同じので実行。これの方が分かりやすかったんで、ちょっと画像を変えました。これがさっき一番最初にやったやつで、さらに追加学習させたやつがこれです。これからこれという風に、もうちょっとかなと思ったらまた繰り返すみたいなのをやっていけば良いわけです。1回あたりがだいたい10分もかかんないくらいなので、サクサクとああでもねこうでもねと試すことができます。以上です。ではさらばじゃ。